こんばんは、はるきです。今回はトロフィータイタンチーム2の最新版のティアリストになります。ティアリストというのはですね、選手の強さを5段階に、評価をしたものになります。トロフィータイタンという風なことでですね、チームは引き続き、アイコンだったりヒーローの、強化イベントになっていて、チーム2はチーム1と、比べてどうなのかと、いう風なところですね。それでは、早速紹介をしていきたいなという風に思います。こちらが、トロフィータイタンチーム2の、最新版のティアリストになります。D は、誰も入れてないという風なことになっていて、C ですね。C は応援のジュニアです。応援ジュニア。この選手入れました。そうですね。なかなか、個人的には厳しいかなという風なところですね。スピード面だったり、シュートの部分、っていうのはもちろんいいですし、ST の選手としては、ある程度、十分かなっていう風には感じるんですけど、やっぱ冷静さ83だったりとか、あとは特にパスは結構ひどいですね。パスに関してはやっぱ現状、みんなそれぞれのスカットの中で、うまい ST、パスもできる ST の選手っているとは思うんですけど、それにちょっと慣れてしまっていて、その選手とかだったら普通に通るパスは応援ミスってしまうとか、っていうことが結構多発はしてしまうのかなっていう風に思います。視野もショートパスもどちらも、あまりうまくはないので、本当にフィニッシャーとして使うしかない、そういう風な選手にはなっていて、現状だったら、そこまでやっぱり強くはないので、そういう風な選手は。いろんなことができるような S の選手が出てきてる、いっぱいいる中で、なかなか、そうですね、難しいかなという風なところですね。スキルも3で、逆足も4なので、個人的にはちょっと難しいかなっていう風なところです。で、そして B ですね。B はヒーローのスールシャール、そして、アイコンシャビ、そしてファンバステン、ランパードのジュニア、そしてヒーローデュデク、そしてアイコンダルグリッシュのジュニアという風なことになってます。スールシャールに関してはですね、スキルが5に変更をされた、ここが非常に大きいかなっていう風には思います。これまでのスールシャールよりかは、確実に、使えるようにはなってるんですけど、スキルに関しても、それこそスキルを出しただけみたいな、スキルで何か買わせるみたいな、選手ではなかなかないのかなっていう風に思います。もっとペースとかが高ければ、それでグッて、行く力もついたかもしれないんですけど、相手を剥がす、こうずらすっていう上で、スキル5っていうのは非常に大きいので、これまでのスールシャルで使えるようになってるんですけど、なかなかこう理不尽さがあるようなスキル5の選手ではないのかなっていう風に感じます。で、ドリブルに関してもそんなには軽くは、なかったりは、するので、そうですね、人にはよるかなっていう風に思います。本当にこう、弱いな。値段もね、安いんで、この値段の価値かなっていう風に、思う人はいるのかなっていう風に感じますね。シュートに関しては結構決めてくれる、選手なんで、そこはいいポイントかなっていう風には思うんですけど、個人的に理不尽さっていうのはそこまでないのかなという風に思います。で、そして、シャビですね。シャビのジュニアですね、こちらも。シャビジュニアに関してはですね、やっぱそこまで個人的にもそんな強くはないという風なところですけど、シャビもジュニアですけど、これまでのシャビよりかは、そうですね、プライムの方が能力が強いんですけど、それでもこのシャビジュニアの方がプライムの93よりもペースが、少しあったりとか、っていう風なところで、まだ使われるような、選手にはなれたのかなっていう風に、感じます。ペースがね、もうちょっとあれば、良かった部分では、ありますけど、ドリブルだったりパスは、非常にジュニアの時から上手くてですね、特にインターセプトとかも、良くて、フィジカルでガツンってできるような、選手ではないので、本当にそれこそペドリとか、ガビとかものような、選手として扱うのがいいのかなっていう風に感じます。パスがね、これだけ上手いと、やっぱシャビだからこそ通ったパスとかっていうのもあるという風には思いますし、
まあ個人的にはボディタイプショート&リーンっていう風なこともあるので、まあドリブルでいなすこと、非常に軽さはある選手ではあるので、まあそういういなすドリブルっていうのも中盤の中でできるっていうのは非常にでかいかなっていう風に思います。そしてファンバステンですね、ファンバステン。まあ、ファンバステンは逆足の方が5に変更をされました。まあリークの時にも話はしていたんですけど、まあこの人に関してはペースがどこまで上がるか。ペースが上がらなかったら、まあスキルの方が上がってほしいとか、スキルが3のままだったら、まあペースっていうのは絶対に必要かなっていう風なところで、まあペースは結構上がってくれたかなっていう風に思います。プラス5ですかね。上がってくれたので、まあそこは非常に良かったかなっていう風に思うんですけど、90とか、まあ91、2あたりまで乗ってたら、めっちゃ良かったかなっていう風に思います。もうちょっと上やったかなっていう風に思うんですけど、まあ、そこのペースの部分がやはりもうちょっと欲しいっていう風な、ところ。あとはやっぱりドリブルに関してはそんなにね、軽くはないので、まあ、どちらかというとフィジカルでゴリゴリいくような、まあ、ハーランド、スーロット、カントナだったりとか、そういう風な使い方の方が、生きるかなっていう風には思います。まあ、ですけど、この人も、まあ、特段、そうですね、そこまでなんか、理不尽さ、それこそさっき挙げた3人より理不尽さっていうのはそんなに感じない。やっぱそういう風なところでペースはもうちょっと欲しかったなっていう風に思います。で、シュートに関してはやっぱり結構決めてくれるという風に思いますね。逆足も5ですし、まあ、決定力も99、あるので、冷静さも高いっていう風なところで、個人的にはね、結構ほんとシュートに関してはトップクラスにはなってくるかなっていう風に思います。パスはあまり上手くはないので、やっぱり本当に、まあ、ハーランドとか、そういう風な形で使うフィジカルでゴリゴリいくというか、球際で、勝てる。そういう風な、まあ、選手として扱うのがいいのかなっていう風に思います。で、そして、ランパードのジュニアですね。まあ、こちらは目標で、ゲットをすることができます。チーム1のベルカンプと、同じような形ですね。まあ、ランパードに関してもですね、やっぱりジュニアで、結構使われるようになったというか、使えるような選手にはなったかなっていう風に感じます。ペースが上がったのがやっぱりいいですね。ペースは本当に大事にはなるので、まあそこで、ジュニアで上がったっていうのは非常に素晴らしいかな。まあですけど、まあジュニアなので、もうちょっと欲しいっていう風のはぶっちゃけあります。で、ドリブルに関してはそんなに軽くはないので、まあ、そうですね。やっぱパスとかを散らしながら、守備もある程度しながらっていう風な選手にはなるという風に思います。まあ、シュートは結構中盤の中ではうまいという風には感じるんですけど、まあ、それ以外はそこまでかなっていう風に思います。そんなになんか突出したものはあまりないかなっていう風なところ。まあ、ですけど、何かがめっちゃ欠けてるっていう風なわけでもないので、まあ、個人的には総合的に、まあ、良くて、普通にランパードが好きっていう風な愛があるんだったら、このジュニアで、まあ全然十分なのかなっていう風に、感じます。で、ドゥデイクですね。まあキーパーはなかなかわからないという風なところで、ちょっと、評価が難しいところではあるんですけど、まあめちゃくちゃ弱いっていう風な選手にはならないと思いますね。まあ試合によってはそれあるとは思うんですけど、個人的には少しこう期待をしてるようなキーパーでは、あります。まあ、ヒーローのね、86の、デデクでも非常に強かった選手だったので、まあ、プレミアの、キーパー、まあ、エデルソン持ってる方が多いかもしれないんですけど、まあ、それでも普通にこう、ケミ合わせっていうようなところでデデクを使ってみるっていうのも全然ありかなっていう風に感じます。で、そして、ダルグリッシュのジュニアですね。まあ、こちらに関してはですね、やっぱり、まあ、ジュニアっていうこともありますし、スキル逆足は変わってはないです。まあ、もともと逆足5っていう風なところがここで非常にアドバンテージにはなるんですけど、まあ、能力もそこまでプライムよりかは少し低くはなっていて、まあ、それこそ、まあ、そうですね、こう安くでダルグリッシュを使うっていう風な、そういう風な選手にはなってます。ちょっとこうダルグリッシュを使いたいっていう人向けで、まあ、ジュニアとして出てきたんですけど、まあ、この人もですね、決定力とか、もちろんペースとか、ある程度は、ありますし、
まあ ST としてはいいかな。ドリブルも軽いのでいいかなっていうふうに思うんですけども、パスもこの人あんまり上手くはないですね。応援ほどではないんですけど、そこまで上手くはないっていう風なところで、個人的にはちょっと B に、しました。フィジカルもそんなには強くはなかったりするので、本当にこねて、キープをしながら、細かいタッチでっていう風な、使い方にはなるんじゃないかなっていう風に思います。それこそベンエデルだったりとか、エウゼビオだったりとかが好きな人は、ダルグリッシュはめちゃくちゃタイプとしては合うかなっていう風に思います。で、そして A と B の間にいるのがジェラード、そしてジョー・コールですね、ジョー・コール。この2人に関しては B よりは上ですけど、A にするほどの強さっていうのはあまり感じなかった、選手ではありますね。ジェラードに関してはですね、普通にやっぱり能力高く、なってます。普通に能力高くなっていて、ペースがあれば、この人は本当に良かったかなっていう風に感じますね。逆足号に変更をされたので、やっぱり CM の選手として、上がっていって、逆足でシュートを打つとか、っていう風な部分で、決定力もね、結構高いので、本当に、そうですね、決めきる CM としては優秀にはなるのかなっていう風に思います。で、ある程度守備もできますし、フィジカルもあるので、全然本当に 3CM の一角とかだったら十分なぐらいの守備力はあるという風に感じますし、パスも上手いので、あとはドリブルに関してはそこまで軽さっていうのは、あまりないような、選手にはなってるので、そこはちょっと少し注意なところかなっていう風に思うんですけど、総合的にやっぱプラスの要素も多くて、あとはペースと、ドリブルの軽さがあれば、本当に良かったかなっていう風なところ。この人もね、ランパーと同様ですね、本当に使われるというか、やっぱり本当に使われなかった選手なので、ランパード、ジェラードとかっていうのは。なんで、非常にかっこいい選手でロマンがあるんですけど、やっぱ使われなかったっていうようなところで、非常にやっぱ強化をされて、もう普通に使えるような、選手にはなったのかなっていう風に感じます。で、そして、コールですね、コール。コールに関しては、そうですね、やっぱスキル逆足どちらか上がってほしかったなっていうのは正直あります。4-4のままで来ちゃったっていう風な、ところですけど、ペースもありますし、ドリブルももともと軽いような選手にはなるので、扱いやすい、選手にはなるかなっていう風に、感じますね。総合値もね、ワールドカップの、コールより、プラス2されたっていう風なところも大きいですし、決定力もある程度はあります。めちゃくちゃ決めてくれるっていう風な、選手ではあまり感じなかったんで、無難に、前線の選手として無難にできる、っていう風な選手です。パスも上手いので、ほんと自分が思い描いた、パスっていうのがある程度できる、っていうようなところ、ビルドアップでも邪魔にならないっていう風な、選手にはなるので、ちょっとね、人によっては、あんまり目立たへんな、それこそ理不尽さあんまりないなって思うかもしれないんですけど、安定的に、いろんなことができるっていう風な選手にはなってます。フィジカルはそんなに強くはないので、そこも、注意ではありますし、シュートに関してもね、先ほど言った通り、めっちゃ決めてくれる、もう圧倒的決定力みたいなのはあまりないので、ちょっと、中途半端に映るかもしれないんですけど、個人的にはここの位置にしてます。で、そして A ですね。A はヒーロー、フォルラン、そしてアイコン、シャビ、そしてオーウェン、そしてヒーロー、マルキージョ、SBC で来ました、マルキージョ、そしてランパード、そしてブラン、そしてバレージ、この7名かなになってます。ヒーローのフォルランに関してはですね、この人も4-4。マジでなんでこの人に関しては上げてくれなかったんだっていうのは本当にありますね。スキル逆足まさかの4-4はちょっとね。いや、ちょっと、自分やっぱ上げて欲しかった選手にはなりますね。スキル5とは言わずとも、逆足は5にしてくるんちゃうかなっていう見立てがあった中で、4-4っていうのは少し残念です。で、能力に関してはやっぱり強いですね。普通にやっぱり強くなってきてます。
なんで44の ST の選手としては、非常にやっぱ能力的には高くて、非常に戦えるような選手にはなるという風に感じます。積極性も ST の中では高くて、ST、前線からのプレスっていうのも非常にかけれるような選手にはなりますし、フィジカルもある程度あるので、スピードに乗りながら、相手のディフェンダーに体当てられても少し耐える力っていうのが、あるという風に感じます。ドリブルに関してはね、全然扱いがしづらいっていう風なほどでは、扱いがしづらいっていう風な選手ではないんですけど、ですね、特段、それこそダルグリッシュだったりとかとは、また、重さっていうのは変わってきます。ダルグリッシュとかほどは軽くはないっていう風な、感じの選手にはなるので、ルーニーとダルグリッシュの間あたりかなっていう風に、思うので、全然扱いにくくはないです。で、シュートに関してはやっぱり上手いですね。ST の選手、フォルアンっていう風なところで、冷静さも高くですね、決定力もあるっていう風な選手になってます。これがまたね、本当にスキルだったりが、5になると、また全然違ったりはしたんですけど、パスも上手くて、本当44の選手としては、十分すぎるぐらいの能力で、そうですね。やっぱりあとはスキル逆足のアップグレードがあれば、個人的にはもっと、もうちょっと上に、してたかなという風なところ。現環境ではやっぱり前線の選手はどちらか5っていう風な、人を使ってる、人が多いと思うので、その中でやっぱり44っていうのはちょっと残念やったかなという風に感じます。で、そして、シャビですね。シャビもね、結構この人も、ジュニアの時にもね、話はしたんですけど、この95になって、結構、そんなに悪くないんじゃないかなっていう風に思います。全然 A にいてもおかしくはない、トップレベルの選手にはなったかなっていう風に思います。それこそね、ジュニアと違うのは、フィジカルのね、数値がね、8上がってるんですよね。ここがやっぱ違うかな、変わるかなっていう風に思いますし、インターセプトも90超えてて、それこそめっちゃ守備ができるっていう風な選手ではないんですけど、それでも全然普通にやれるような選手にはなってると。あとはペースですね。ペースに関しても84まで、上がって、もちろんもうちょっとあればね、いいんですけど、やっぱこれまでのシャビからすると、全然ちょっとまた変わってきたのかなっていう風に思いますね。で、パスとドリブルとかにはより磨きがかかって、ドリブルのところの冷静さに関しては99カンストしてますし、パスに関してもね、視野だったりショートパス、自分が毎回よく言うところ99なんで、やっぱ非常に素晴らしいかなっていう風に思います。守備に関しても動かしやすい、もともと動かしやすいような選手、軽いような選手にはなるので、そこで動かしやすさを持ちながら、守備をしていくっていうのも全然ありなのかなっていう風に思います。フィジカル上がったっていうこともでかいですし、スタミナも93あるっていうのも非常に素晴らしいですね。個人的には、本当に全然トップクラスで使われてもおかしくはないような、選手にはなります。で、そして、次はオーウェンですね、オーウェン。オーウェンはね、このオーウェンはね、ほんとジュニアとは、違って、スキルが5に変更をされてます。で、パスは、そんなにやっぱこの人も上手くないです。この普通のというか94になっても、そうですね、そこのパスの上手さっていうのがついたわけではないですね。現状でもパスはそこまで、上手くはないという風な形になってます。ですけど、冷静さがね、83から70になったりとか、結構、全然ランクが上になってもいいぐらいの能力の上がり幅にはなったかなっていう風に感じます。ですけど使い方自体はそこまで変わらないという風に思います。やっぱ裏抜けだったりとかをメインにしながら、シュートのフィニッシャー役っていう風なところですね。で、そこにプラスアルファでこの応援がついたのが、先ほど言ったスキル5ですね。足元のスキルも使えるようになってるっていうのが、やはり非常に大きいポイントで、もともとドリブルが軽いような選手にはなるので、やっぱり相手からすると少し止めづらいような、選手にはなってきてるのかなっていう風に思います。この90になってもフィジカルに関してはそこまで強さっていうのはないという風に感じるので、本当ジュニアの時から、あとはこれまでの応援から、本当に強くなってやれることが、少し増えた。特にドリブル面が増えたっていう風に思ってもらえれば、使ってるイメージっていうのは湧くかなっていう風に
思います。全然この人も A になってもおかしくはない選手だというふうに感じます。で、そして SBC できたマルキージョですね。マルキージョに関してはですね、値段のことは一旦は置いといて、実力的には A かなっていう風に、感じます。個人的に最初ね、ヒーローで出てきた時は自分は一番上にしてた、選手ではあるんですけど、どうしても現状では代わりがいるような選手にはなってくるかなっていう風に思います。能力以上に強さを発揮できるような選手ではあるんですけど、やっぱ、そうですね、主要リーグの CM っていう風なところでいくと、いろいろ強い選手どんどん出てきてますし、44っていう風なところもね、ちょっと、十分ではあるんですけど、やっぱ中盤の選手どちらか5とか、55の選手とかもいるので、その中で、個人的には代わりがいるっていう風なところで、マルキージョ自体は全然強いんですけど、そういう風な中で自分は A にしたという風な形ですね。非常にロマンがあってかっこいい選手ではあるという風に思います。で、そして、ランパードですね、ランパード。このランパードもね、本当に使われるようになったというか、なんか本当にやっぱ強くなった選手ですね。これまでのランパードとは、またちょっと違った、強さがあるかなっていう風に、感じます。ジェラードと結構似てるタイプではあると思うので、ペースが、やっぱりジェラードと比較して、ペースがあるっていう風なところを評価して、自分は A に、しました。で、この人も、ドリブルだったりとかはそこまで軽いような選手ではないので、そこは注意は必要かなっていう風に思います。ですけど、やっぱりフィジカルだったりとかも、ありますし、ほんと結構ジェラードと似てるかなっていう風に思います。好きな方を使ったらいいと、思いますけど、ペースの部分で、少し、ランパードの方が優位に立ってるかなっていう風に思ったので、少しちょっとジェラードとは上の A という風なことにしてます。で、そして、ブランですね、ブラン。ブランに関しては、普通に使われるような、これまでセンターバックだったんですけど、そこからよりね、強化をされたという風なところで、非常にいいかなっていう風に感じます。ペースもね、もうちょっとあれば、個人的には良かったんですけど、それでもブランに関しては、そこまでなんか、めっちゃ遅いなっていう風に感じることもなくて、加速タイプ長いっていう風なこともあるのかもしれないんですけど、置いていかれる場面は、もちろんあるんですけど、それでも比較的ペースはそんなには気にはならない選手かなっていう風に感じます。身長もね、190センチを超えていて、役割意識ミディハイ、守備の意識が高いっていうのも非常に素晴らしいところかなっていう風に思います。逆足がね、3なんで、そこはちょっと注意しないといけない。ここ上がって欲しかったな、逆足4とかになって欲しかったなっていうのは、あるんですけど、それでも、非常に守備力が高いような、選手にはなってますし、現環境でも、十分にやれるようなセンターバックかなという風に感じます。ケインもね、フランスっていうのはいいですね。で、そして、バレージですね、バレージ。バレージもね、マジでね、本当に使われるようになってると思います。マジでいい。なんなら、ブランより強いんじゃないっていう風な、選手になってる可能性非常に高いですね。やっぱりね、ペースの部分、それこそ、プライムのバレージ93なんですけど、これは95なんですけど、ペースが93、70なんですよね。でもこのバレージは84まで上がってるっていう、もうほんと総合値って何っていう風な感じになるんですけど、本当にそこのバレージのペースを、これまで上げてくれたっていうのが、やっぱり非常にでかいですね。バレージも、それこそ本当使われなかった。もう、でも本当に使われなかった。マジで、なんていうのもう、外れ。うわ、バレージかよ、みたいな感じだったのが、本当にこの強化版で使われるようになるんじゃないかなって、全然使えるような選手になってるかなっていう風には、感じます。で、守備面はめっちゃ高いです。本当に97とか98とかいっぱいあって、本当に守備力に関してはめっちゃ高くなってますし、そこにペースがついたってなると、やっぱセンターバックとしては非常にでかいですね。対人が強くてっていう風なところ。で、身長が176でめっちゃちっちゃいんですよね。で、フィジカルに関してもちょっと、84と少し低いので、そこの取り切れなさ、貫通してしまう球際の弱さとか
っていうのがあるかもしれない。まあ、てか多分あります。ブランよりはあります。なんで、まあそこはね、ちょっと、残念なところではあるんですけど、まあそれでもかなり自分的には使われるような選手にはなったのかな、本当に強くなったのかなっていう風に、感じますね。まあそこでこう、ブランだったらゴリッといける、そういう強靭なっていう風な選手なんですけど、バレージは動かしやすい小さいセンターバックっていう風なイメージで、まあ、結構使いやすさっていうのは異なるとは思うんですけど、まあ全然、バレージも使えるような選手になったのかなっていう風に、感じます。で、そして S と A の間にいるのが、ダルグリッシュですね。ダルグリッシュ。まあダルグリッシュ、この94のダルグリッシュに関してはスキルが5に変更をされていて、55になりました。もともと逆足5だったので、そこで55になって、まあ非常にでかいかなっていう風に思います。まあ、本当一番近いのはエウゼビオかなっていう風に思います。まあ、エウゼビオより、パスがちょっとあまり上手くなくなったっていう風な感じですかね。まあ、決定力だったりとかも高くて、ペースもある程度あってっていう風な選手にはなりますし、本当ここがスキルで、自分のスキルで剥がせるようになったっていうのは非常にでかいかなっていう風に、感じます。で、ドリブルに関しても軽いので、まあそこで、まあ普通の L スティック、まあジュニアの時にも話はしたんですけど、普通の L スティックでも全然軽いので、まあスキルを使わない人でも、それこそベンエデルとかエルゼビを使うのが上手い人だったら、めちゃくちゃダルグリッシュ合うかなっていう風に思います。パスが、本当にパスが上手くあればというか、視野の部分が、77なんですけど、もうちょっと高ければ、自分は一番上に行ってた可能性はあるかなっていう風に思います。やっぱパスって、前線の選手でも、あそこ通してくれへんねやっていう風になると、やっぱ不満は溜まってはくるので、個人的にはそこの部分も重要視、しながらですね、個人的にはここの S と A の間、A の選手よりかは、強いんだけれども、それこそ S 行くほどの選手ではないかなという風なところです。で、そして S ですね。最後 S ランク、ビエラ、そしてロナウド、ブラジルのロナウドです。まあ、チーム2はですね、この2強かなという風に感じます。まあ、ビエラに関しては逆足が4に変更をされたという風なことで、まあ、パスの部分だったりとか、っていうのも非常に改善をされたかなっていう風に感じます。まあ、守備力に関しては言わずもがなですね。非常にやっぱ足伸びますし、フィジカルに関しても負けないという風なところ。まあ、自分はワールドカップのビエラ使ってはいたんですけど、本当に理不尽さを感じました。まあ、本当にビエラだからこそ取ってくれたとか、ビエラがいるだけでやっぱり失点とか、防げる相手の攻撃っていうのは、増えましたし、まあ、失点増えてないか、失点減りましたし、まあその中でやっぱり守備者として非常に優秀ですね。どうしてもドリブルだったりとかの、ね、重さだったりとかもたつきっていうのは、比較的あるような選手なんですけど、それ以上に守備の貢献度っていうのが非常に高くて、まあ、ドリブルに不満を持ちながらも、自分はなかなか、まあ、それこそカンテが来るまでですね、4ヶ月とかぐらいですかね、4ヶ月間、ちょっと終わりの方は、やっぱドリブルに不満は感じたんですけど、なかなか、まあ、他の選手と変えるかっていう風な決断には至らなかったので、本当にプラスの要素、マイナスの要素、ドリブル面っていうのはどうしてもあるんですけど、それ以上にプラスの要素っていうのが非常に多くて、まあ、チームに貢献をしてくれた選手ではあります。まあ、本当に理不尽さ感じると思います。そういう風な意味で、やっぱり S かなという風に思います。で、そして、ロナウドですね。まあ、この人も正直言わずもがなですね。まあ、FIFA の中で一番強い ST はこの人だと自分は思ってますし、まあ、世界大会でも非常に多く使われているような選手ですね。この人をエースにして、まあ、他誰かを当てはめるっていう風な感じにはなるので、まあ、そこから、最強から、より最強へ、そういう風な選手が来たのかなという風に思います。まあ、もともと55という風なところで、まあ、冷静さも、そこまでね、低くはない。まあ、90っていうような感じにはなってますし、まあ、ほんと、まあ、決定力以上にやっぱり決めきってくれますね。まあ、決定力ほんとめっちゃ高いんですけど、
まあそれでも非常にやっぱ決定力以上にシュートを決めきる力ありますし、ペースも非常に上がって97という風な感じになります。本当にこの人も理不尽さが感じられるような選手にはなる。本当に幻のカードにはなるのかなという風に思うんですけど、かなり強さっていうのは明らかにあるような選手にはなって、確定レベルで S かなという風に思います。という感じで、これがトロフィータイタンチーム2の、ティアリストになります。チーム2もですね、引き続き、楽しんでいければなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。